どうもスーパーナチュラルファミリーです。今回はマレーシアに移住して半年ということで、マレーシアのいいところ13個発表します。スーパーナチュラルファミリー。まず1個目、マレーシアとにかく気候がいいです。一年中常夏なので、夏好きのパパ的には最高ですね。まず朝起きてぐずついた天気だなみたいなのはまずないですね。最近はあんのか、最近もう雨季じゃないんであんまそういうのないのかもしれないだけかもなんですけど、朝晴れてることが多いかもね。そう、朝晴れてることが多いんで、晴れてる中通勤できる、最高ですね。晴れてる日も雨の日もどっちも多いんですけど、何かっていうと、その一日の中で雨降ってる時間帯はあるんですよ。必ずこの時間雨降るよねみたいな、前の動画でもちょっと話したんですけど、でもそれが長時間続くわけでも、何日かも連続で続く雨だけの日っていうのが何日間も続くわけじゃない、いわゆる梅雨みたいなのがないんで、印象としては晴れてる日多いなっていう印象になるっていう、なるほどね。そういう感じ。じゃあ2番、2個目、ビームに乗れる。ビームって何？これ電動キックボードなんですけど、これ日本じゃ乗れないですよね。私有地しか乗れないね。そうそうそう。でもマレーシアだとこれに乗って歩道を走ったりすることもできるんですよ。車道は捕まるらしい。一応うちの場合は家から会社まで例えば乗っていくこともできたりするエリアなんで、すごく便利ですこれ。3個目、いろいろ安い。マレーシアあるあるだけど、日本人からするといいところで、いろいろ安いよ。ローカルフードの外食はとにかく安い。1食7リンギットとかで食べれる。屋台とか行くと多分もうちょっと安く食べれる。4リンギットとか。あとは今やってるのが脱毛。脱毛も安いですね。日本でやるよりね、全然安い。全然安い。脱毛以上ありですよ。脱毛以上じゃないよね。脱毛旅行だよね。いや、6タイムレコメンドされますから。あとはやっぱ家賃が安い。家がすごく大きい。日本よなんかより全然家大きいんだけど安い。あとはタクシーが安い。グラブタクシー。あとね、バスがすごい安い。バスなんて1リンギットで、そう、1リンギットで乗れたりするんだよね。でもその物価が安いっていうのに、じゃあイコールつながるかっていうと、うちらの中ではそれは微妙なの。またそれはね、別途説明動画を上げた方がいいと思うんですけど、そうイコール物価が安いかっていうと一概にそうは言えないっていう事実はある。そこは収入とも関係してくる部分だと思うんで、ちょっと今のはね。次、4つ目、日本食と日本製品がたくさんある。日本人がとにかくいっぱい移住してるからいろいろあるんだよね。うちらが一番気に入ってる日本食レストラン、これ吉福。あと他にもね、いろいろ美味しいジャパニーズレストランあります。あと日本製品だとダイソーがね、いっぱいあるよね。ダイソーもありますし、最近だとドンキもオープンしたし、ドンキもオープンしましたし、結構なんか日本の文具を扱ってるお店とかもあるよね。あと大体伊勢丹に行けば大体のものは手に入りますね。から便利。5つ目5つ目花粉症がない。イエーイ。うちら花粉症なんですよ、重度の2人とも。私はアレルケアで直しましたけど。6個目、自信がない。ないです。これはね、日本を出るときに重要だった項目だね。とにかく地震が怖くて、日本にいるときもういつ大地震来るかっていう不安の中で生活してたから、いつ南海トラフ荒れるのか、いつ富士山が噴火するのか、いつ首都直下来るのかっていう、だからね、その不安に怯えることはない。7つ目、人が親切。いや、親切です。驚きました。だっちゃんなんてねずっちゃんなんてね、財布落としたんだよ。でもセキュリティの方がこれお前んじゃろうって持ってきてくれたの。ママなんてスマホ置いてきたけど、これお前んじゃろうって届けてくれたから親切だよね。親切ですね。次、3つ目、公共交通機関意外と使える。もちろん日本みたいに時間ぴったりで電車が来ます、時間ぴったりでバスが来ますみたいなのは多分ない。皆無。あんまね、電車自体はそんな利用してないんでちょっと分かんないですけど、とにかくバスに関してはちょっと時間通り来てるのかな、どうなのかな、そもそもよく分かんないですね。よく分かんない。なんか20分ぐらい待ちます。ただその朝マジクソ時間ない時は使えないだろうけど、そのちょっとお出かけしに行こうねみたいな時では使えるかな。
使えます。あとはその余裕持って毎日出れたら別に会社の通勤でも使えるかな。まあ、あとそもそも乗り物としてのクオリティは別に日本とそんな大差ないです。バスの電車のなんかすごいえらい古いとかぶっ壊れてるとかそういうことはないあでもこの間ねちょっと事故あったりしたけど、まあそういう事故は日本にもありましたし、9つ目、人口密度が少ない。少ないですね。いやうちは東京に生きてたんでね、東京で生活してたんで、それはねバリクソ少ないっす。いやもう少ないです何今のまバリクソってバリクソ少ないっす。まあていうか多分ねもう本当、ね、東京が高すぎなんだよね。自己密度、まあ、おかしい、ショッピングモール行ってフードコートお昼時行くとイオンとか日本だとめっちゃクソ席の取り合いじゃんあれ。でもそういうのは一切ないし、頼みに行く時にすごい長蛇の列に並ぶ必要もない。ないね。イオンのフードコートすごい混むじゃん。それさっき言った。そうだからストレスが少ないからそこは。10個目、子供の保育園がいい。今通ってる保育園がね結構本当好きなんだよね。マレーシアって移民大国だからすごいいろんな国の子が通ってて、ロシアとか韓国とか、まあ、中華系、インド、もちろんマレー系もそういう子たちとすごい交流できるし、子供ってすごいよね。言葉も通じなくて文化も違うのにもうあっという間に友達でね、そういうのを見てるとすごくいいなって思ってます。11個目、子供が好きな人が多い。日本に比べると圧倒的に子供好きな人多いと思います。街歩いてるだけでもすごいね、子供に話しかけてくれるしね、フレンドリーに話しかけてくれる。あとやっぱ今までね嫌味言われたことないんだよね、子連れで。マレーシアでね。そう日本だとねたまにはあったんだけど、結構みんな困ってたりするとすぐねスッて手助けしてくれたりして助かってます。で多分それの理由としてまずマレーシアとにかく子供の数が多いっていう理由があると思うんだよね。なんかモールとかお出かけしてもさ、他の家族連れたくさんいて、しかも一家庭につき3人とか多いと5人とか子供連れててびっくりするよね。なんか多分そういう意味でいろんな周りの環境が子供いるのが当たり前の環境だから、あんまり子連れの人に対してどうとか思ってないんじゃないかなと。子供がいて当たり前っていうね。そうだから子供が騒いだり泣いたりしても特に問題はないですそういうのがすごくマレーシアのいいところだなと思います。12個目、人のファッションにいちいち誰も気にしない。まあでもこれはマレーシアだからっていうよりかは日本がひどいだけで、外国に行くとそれが当たり前なのかもしれない。年齢問わずショーパンだろうがミニスカだろうが誰も気にしてないです。日本の時はね、なんか私は足出しファッションすごい苦手でほぼしてなかったの。なんかね太いなとか別に綺麗じゃないしなとか思って、でもね今は全然そんなの気にしてない。これが私ねみたいな感じでショーパンとか履いて街をカッ歩してます。でも多分ねいい意味でマレーシアの人たちは他人に無関心。そう他人に無関心。やっぱいろんな国の人たちが集まってる国だからいろんな文化、いろんな個性があって当たり前みたいな考えが浸透してるなっていうのは感じる。すごく気楽だなって思う。最後13個目、総じて東京生活よりストレスが少ない。イエーイ東京の時は何不自由はなかったんだよね。お金もそこそこだったし、家の面、そう綺麗なお家にも住めてたし、サービスといろんなものは全て揃ってるでしょ。物も溢れてて。でもね職場とか日常生活とかでの対人ストレスはすごかった。子供を連れて歩くだけでもやっぱその対人ストレスは感じてたし、仕事場でももちろん感じてたし。ハラスメントの中で生きてますよね、日本人ってそうかもしれない。ストレスが減ったっていうのをうまく説明するのがちょっと難しいんですよね。その原因とかその要因とかも含めて話したくなっちゃうんで難しいんですけど、端的に言うととにかく死にてっていう回数は減りました。減ったっていうかそもそも言わなくなりましたね。皆さん言いませんか？
私は特に朝会社に行く時のバス乗る瞬間とか電車乗る瞬間とか無意識に行って周りに人がいるのに気がついて行ってたみたいな、まあ結構ありましたね。てか全然違うの、日本の時とずっちゃんの感じ全然違う全然違うよ。全然違うとにかく仕事に対する嫌な気持ちっていうのが全然減ったの。いや減りましたね。なんかね、日曜日の夜になるたびに日本だともう死んでたんだよ。いやまあサザエさん症候群ってあるじゃないですか。私ひどい時もう土曜日からも始まってたんですよ、サザエさん症候群。土曜日の夜からで月曜日の朝もう半分死んだ状態で、確かにね。なお死にたいと言いながら会社に向かうというのがルーティンでした。それがなくなったよね。でもね、私もそうなんかね、ことあるたびにね、日本の時は死にたいってなってたの。日本にいる時疲れを常に感じてた。でもね、結構減ったね。死にたいとはもう思わなくなったかもしれない、最近は。不思議とね。でも死ぬって思うことは増えたよね。増えた死にたいじゃなくて死ぬ、これ死ぬっていうのは増えた。そう車がぶつかりそうになったりとか、もう G が降ってきたりとかね、死ぬってなるよね。そう死ぬってなるね。でかすぎるやつを見てるとかね。そうショッピングモールのトイレででかすぎるやつを見た時とかね、死ぬって思った俺もビームのねブレーキが効きすぎて前につんのめった時は本当死にかけましたっていう感じです。はい、以上私たちが感じているマレーシアのいいこと13個でした。またちょっと別の動画で良くないところ、マレーシアの悪いところも話していきたいと思います。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録よろしくお願いします。Please subscribe.